今日は新製品です。これについてご説明します。こんにちは、山田ピコと山田博人です。いつもチャンネルご視聴ありがとうございます。今日はね、新製品来ましたよ。私が開発した新製品についてご説明したいと思います。今日説明するのはエメラルダスピークのタイプ S っていうモデルが出ます。これは何なのかっていうことをちょっと説明していきたいんですけど、その説明の前にまずこのピークですね。エメラルダスピークっていうのを作りました。これの特徴についてまずは説明をしていきたいと思うんですけど、エメラルダスのこのピーク、大分型っていう駅があるんですけどね、ダート尺ってダートをさせて見せて止めてホールさせて食わせるっていう、ごく一般的に普通に使える、駅の一番メインの方っていうんですかね、それが存在するんですけども、大分型の中でも割と大分型って鋭くノーズを鋭く作って水を抜いていくような、しゃくった時に抵抗を少なく抜いていくようなイメージがあるんですけど、そのピークに関してはこの芯管の部分ですよね。これがね、しっかりとちょっと抵抗がある平らな部分があると思うんですね。これわかります？鋭くなってないです。ノーズは鋭いんですけど、でこの分水をなんていうんですかね、スパッと切るんじゃなくってゴンと抵抗がありながら抜くっていうような、しゃくった時に少し重さがあるんですけども、その状態で抜いていくっていうような動きになってくるんですね。でそういう意味でここになぜ抵抗をつけたかっていうと、今流行りの抵抗系っていう液ね、今エメラルダスのステイとかもあるんですけど、この動画もたくさん作ってるんで、ちょっとこの辺もご覧になっていただきたいんですけど、抵抗系の液って思いっきりまたちょっとダートする系統の液、通常の大分型のダート系の液とはまたちょっと違うんですよね。でただ抜きすぎるとどんどん大分型になって鋭く作って抜きすぎていくと、やっぱこの液ってやっぱ当たりが分かりにくいってよく言われてる。イカが抱いた時に当たりが分かりにくいって言われてるんですけど、これがどんどん抜いていくと分かりにくくなっていくんですね。だからできればある程度仕様を掴んでくれて、当たりが皆さんに分かりやすく手元に伝わるように作りたいなっていうのと、水の抵抗を得てってことは、しゃくった時にグッと水の抵抗を得ながら動くっていうことなんで、水の中でのアピール力っていうのが変わってきます。とてもすごく大事な部分なんですよね。ラトルもそうですけども、水の中でアピールをダートする、それも水をかいてダートをする。魚が逃げる時にブワーッと水をかきながら逃げてると思うんですけども、その辺でちょっとやっぱり水中でのアピール力っていうのを上げたかったんですね。だからこういうちょっとシンカーにスコーンと抜ける分強くしゃくりすぎると自由になりすぎて簡単にねラインが絡んでくるというような話もよく聞くんですけど、その辺はしゃくり方とドラグの抜き方ですぐに調整できるんで、その辺も動画を見て動かし方っていうのを見ていただけたらなと思います。で、その空気の層、もちろんこのピークっていうのは大分型でオーソドックスな営業を作ったのは作ったんですけど、空気の層をしっかりと捉えることで重量通常の 3.5 の液よりも 1.5g ぐらいちょっと重く作れることができてるんですね。で重く作れることができるってことはどういうことかっていうと、より遠くに飛ぶということです。遠くに飛んでいきます。当然重いんで。で飛行姿勢がめちゃめちゃいい。これ使ってもらったらすぐ分かったと思うんですけど、この飛行姿勢めちゃめちゃ良くないってキャストした時のね、綺麗になんですか、空
空気にきれいにこの風に乗ってスーッとこう飛んでいくこの姿勢は本当にうまくできたなと。で円筒性能通常の重心移動とかいろんなことを再考してないにもかかわらずそのまま使って円筒性能があってきっちりと水の中でアピールしてしゃくって動いて食わせるこのもちろんホールの姿勢は抜群がもうこだわり抜いてるところなんで通常そのエメラルダスピークこれはノーマルのタイプなんで1メートル沈むのに 3.75 秒って4秒弱で沈みます。これにもっと浅いとことか深いとこでもちょっとゆっくりゆっくり見せたいなそういうエギタイプ S というエギがあります。これはスローシーキングモデルとしてタイプ S スローとかショー見せつけるっていうようなイメージで S っていうのをつけてます。シャローではないんですね。シャローっていう言い方をしてしまうと浅いところでしか使えないのかってなっちゃうんであえてシャローとかディープっていう言い方をしてないんですけども、そのエギがタイプ S のがここにちょっとね全色まだないんですよね。ちょっとこれプロトなんで全色はないんですけどもちょっと見てもらったら分かるようになかなか面白いカラーがドド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 ッと並んでおります。ラトル10色ノンラトル10色これで20色計20色まず20色出します。いいカラーめちゃめちゃいいカラーこだわったカラーありますよ。本当に楽しみにしといてほしいんですけどでこのエメラルダスピークっていうのはそのラトル RV との RV ラトルバージョンとラトルじゃない音鳴らないタイプがあるんですけど音鳴るタイプと音鳴らないタイプねがあるんですけどそのノーマルタイプも進化の形状にこだわってます。音鳴るラトルの分で動きが若干変わったんで進化の形状を整えて変えながらきっちりとダートするような状態と扱いやすい状態にバランスを整えてます。今回のこのタイプ S に関してもそうです。もちろん見てもらったら分かるようにならないタイプ進化の穴の形状が若干違うの分かりますかね。分かります？穴の形状が違うこれもバランスを考えながら10色10色作りました。で当然先ほど説明したようにタイプ S のこの特性の前から見た時の抵抗の水受けの良さっていうのは生きてきてますんでこれはね当然シャローエリアの浅いエリアでゆっくりゆっくりゆっくり見せるっていうこともすごく大事で使えますけども56メーター超えながらの深いエリアとか、ノーマルエギとかちょっと進化を入れながら通した後にさらにゆっくり見せたいなっていう時にこれをやっぱり投入してもらってゆっくりゆっくりゆっくり落としてあげると思わず口を使ってしまう答えが出てくるんですごく面白いと思います。でイカのアオリイカの釣り方として僕が言ってるのは見せるエギと抱かせるエギでこう感じさせるエギこういう風な流れで分けてるんですけどもこの3つについてすごく細かく話した動画もあるんでこれは必ず見てほしいんですよね。でこの動画はちょっと今少し軽くだけ話をしておくと重いエギっていうのは遠くに飛びますよね。遠くに飛ぶんだけどもタイプ R とか今世間に言われてるディープタイプっていうのはやっぱ早く落ちるんで食わせきれないこともあります。でも遠くへ飛ぶんですよね。ということはキャストをして遠くまで飛ばして見せて寄せるっていう効果っていうのはすごくあるんですよ。だからある程度仮面進化入れたりその重量を重くして遠くまで飛ばしてで遠くで誘って寄せてその1メーターでも2メーターでも3メーターでも寄せてあげてからまたタイプ S とかこの軽めのエギでゆっくり見せつけて食わせるかノーマルエギに変えるっていうのはありなんですよね。
こういう釣り方すごく大事です。でホールのその速度として浅いところをも本当にこれ浅いところやったらもうタイプ S と思われがちなんですけど、ここでもそのタイプ R とか、そのタイプ R って今回話してませんけど、ディープタイプとかちょっと重めの進化つけたを遠くまで投げてあげるとより遠くへ飛ぶんで、シャローエリアでも効果的だから、シャローディープという言い方して、シャロー浅いところで深いところで使う礼儀っていう考え方よりも、自分がどうやって見せたいか、リフレクションリアクションとしてタイプあるのに早くスッと早く落としながら追わせて食わせるのが、エギって軽くなるとやっぱり早く落ちることができないんで、追わせようと思うと重めのエギか頭下がりにスッと早く落ちてくれるエギを使わないとダメなんで、その辺はエギの選択がすごく大事になってきます。でエギの選択についてもまたこの、過去に動画で何度か喋ってると思うんで、また見ていただけたらなと。で今回このタイプ S、2月に発売になってくるんで、ちょうどこの春のタイミングに、春以下のタイミングにドンピシャッとしたってきます。で 3.5 号と4号これ同時に発売しますんで、3.5 号4号のタイプ S なんてマジやばいんですよね。シャローエリア、本当に大きな個体がいるシャローエリアですごいアピール力があって、そしてゆっくりふわふわ落ちるっていうのはもう本当にやばい。早く欲しかったところで、僕はプロとしてこれは使わせてもらってるんですけど、早く世に出したかったこのエギの一つなんで、是非この辺をうまく大分型ピークで見せて、そしてステイを使いながらそれで口を使わなかった個体にさらに水をかいて動きを変えてライブリーロールのアクションでしっかりと見せて食わせる。これはとても大事なんで、テクニックとして是非やっていただきたいなと。これだけ10色いっぺんにドーンと本当に魅力的なカラーでね、こだわってるカラーとしては夜光なんていうのは、これもうね見てもらったからに夜光、これピンク夜光なんですよね。ピンク夜光って光を当てて蓄光させると夜ふわっとピンク色に光るんですけど、このピンク夜光がやけに釣れるんですよね。もう過去からずっとそうなんですけどピンク夜光がちょっとやばい。でこのね、この赤色、これにね、UV ライトちょっと当てた画像も出そうかな。これね UV ライト当てた画像はこうなるんですけども、このキューカンバーが夜光になったってことがちょっとキーとしては面白いとかいうな。こんなんもうなんか最高の光り方してるよね。すごいですね。めっちゃ可愛いしなあ、これ可愛いよな、絶対。こんなん見てくれこれ、やばいって。でやっぱこのほんま面白いのはこの、これやよね。これですね。これが全く別物に。これは赤ですからね。おお。これ夜光やろ。これがピンク夜光やろ。して。ほらピンク、これがピンク夜光いいよな。釣れるから。これが生めかしいのと、この夜光も綺麗に光るのと、あと面白かったのはここにはこれね、これも UV でこれすごかったんですよね。もうちょっとプロとの段階でかじられちゃってますけどね。この背中とかこの辺がもう生めかしく UV で光るんで、ケームラとして日中すごいいい感じの光り方をするんで、あとエギで今回こだわったのはワープカラーっていうのを作ってます。ラトルにはないんですけども、ノンラトル音鳴らないタイプにはこの、ワープカラーですね。背中とお腹のカラーが全然違うんですけどね、これはエギってしゃくった時にまっすぐ綺麗に動くのではなくて、平を打つんですよね。ちょっと平を打ちながら、そして抵抗をちょっとつけてあるんで、余計に平を水中の中ですごいアピールをするんですね。その時に
でピンク色だったんだけど次あれっていうカラーで背中とお腹のカラーをちょっと変えながらこういう動きをした時に背中にだけ夜光を振っていたり光って光らない光って光らないみたいな状態を繰り返してくれるように、これ背中夜光やったかな、ね、ワープカラーっていうのを作ってます。面白い。この辺もまたぜひワープカラーでどんどん釣っていただけたらなと思います。今日はとりあえずいち早く動画を作りたかったんで、今プロトでまだ製品版僕の手元にないんですけど、僕の手元で製品版はないんですけど、プロトである程度、先に先行で説明したいなということで用意しました。はい、いっぱいあるなカラーがね。またずれちゃうんですよね、ピークが。じゃあ今回もこの動画OK と思ったら高評価でチャンネル登録よろしくお願いします。今日はありがとうございました。I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, if I want something, I got it. Hey, oh baby, I don't need love me. Hey, cause your love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care. I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, oh boy.